マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。はい、マサチャンネルのマサです。元気でね。今日ですね、こんないいバイクを借りてます。めっちゃ気になってました。V ストローム SX250 です。見て。いやー、ショックだよ。ショック。ここじゃないんですけど、駐車場から車道ですね、にね、こう、右折して出るところですね。なんかよくわかんないんだけど、ギア抜けしたんだよね。一足でバラバラバラってこう行って、で、ちょっとこう、段差がこうあって、で、そこを越えたんだよね。越えないで演奏してボーンっていうのはわかるけど、越えて、こっち曲がろうとしたらギア抜けして、フワーンってなってこけたんですよね。で、やっぱりシード高高いから、足ついても粘れなかったし、せめてギアが繋がってればギア開けちゃえば、パンってね、繋げちゃえば、こけないの分かってんだけども、いやー、ショックだった。で、一応ね、レンタル元に電話したら、まあこういう状況ですって言ったら、まあそのまま帰ってきてくださいっていうことだったんで、帰ってるんですけどね。でね、僕は免許取ってから結構時間経ってるんですけど、数えるぐらいしかこけたことないんですよ。立ちこけもね。だけど、1年前か、CB650R で立ちこけ。それもね、足がつかなかったんですよ。ちょっとね、路面がこうなってて、足がつかなかったんですよ。で、この前、クロスカブで、走行会で、ステップがついてる根元のステーを擦ってこけたんですよね。で、今回これも、まあ、立ちこけに近い状態ですよね。立ちこけじゃないんだけどね。なんかちょっとこけ続いてて、長いことこけてなかったのにこけてるってことは、やっぱり自分でも認めなきゃいけないし、やっぱり体の機能とか、まあ、注意力とかが絶対散漫になってると思うんですよ。でこういう時ってやっぱ事故とかそういったのを起こす可能性が絶対あるから、もう本当に気を引き締めて乗らないといけないなっていう、そういう話をねしながらちょっと行きたいなと思います。もう暗いな俺。こんな暗いのマサチャンネルじゃないわ、本当に。あーしゃー。まさちゃんの動画。はい、というわけでね、見てください、この景色。めちゃくちゃいいですね。どこだ、赤城山がどっかにあるんだよね。めちゃくちゃいいでしょ。何の山だかわかんない。こんにゃく畑なんですよね。群馬はね、こんにゃくの生産で有名なんですけどね。まあ、それでね、まあ、苔なんだわ、苔。苔に関してはね、皆さんどうですか、苔。苔どうですかって言ったって誰も嫌だよね。それはもう嫌に決まってんだけど、やっぱり一番はこうバイクが傷つく、それから心が傷つく。ほんと今日もショックだったわ。なんであそこでギア抜けたのかなと思って。で、なんかね、その前、苔の直前なのかな、2足でコーナー曲がってて、ギア抜けたのよ。あれもびっくりして、2足でコーナー、上りのコーナーね、右コーナーをスーって曲がってる時に、ふわーんってつけて、へっと思って、もちろん駆動かかんなくなるから、なんか、ふらってきたんだよね。まあ、もう当たり前だよね。で、そういうのがあって、で、発進してスタートしたらギア抜けて、ファーンって吹けて、そのまま足ついても間に合わずにこけた。で、CB650R の時は、止まろうと思って、止まったら足がつかなかった。まあ、仕方なくしてこけた、だとは思うんですよ。思うんだけど、
やっぱりね、俺は注意力が3番だと思うんだな。だってレンタルバイクだったら、もっと絶対こかさずに行くんだったら、右に曲がるときにやっぱり深く傾けない方がいいよね。もう直立に近い状態でこうタラ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 って曲がった方がいいんじゃないですか。これはね、プロレーサーの丸山さんも言っていて、やっぱり一番安全なのは、うまく U ターンとかすることじゃなくて、曲がることじゃなくて、こけないで曲がることがいいんですよ。レンタルされてる場合には。だから、軽くて、操作性すごくいいです、このバイク。だから、ひょいっていっちゃったんだよね。それで、ギア抜けしてパーンって足ついても、耐えられなかった感じだよね。だからもうちょっと慎重にダラ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 って、かっこ悪いかもしれないけど、ダラ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 って足つきながら行っとけばこけないんですよ。だからここ1年でね、3回こけてるっていう1年ぐらいでね、やっぱ良くないと思う。本当に気を引き締めていかないと。しかもレンタルのバイクですよ。レンタルのバイク、こかしちゃダメだよね。一応ね、レンタル元連絡したんですけど、まあその程度の傷だったら、まあ帰ってきてくださいっていうことだったんで、帰ってますけど、これ、例えばコーナーの途中だったら、やっぱり自己証明とか通らないとね、いけなくなっちゃうような大きな損傷をしてしまう可能性ももちろんあるわけですからね。認めたくはないけども、やっぱり50代になって、やっぱ目とか、それから反射神経とか、そういうのがまあ衰えてると思った方がいいでしょうね。残念だけど、体に無理が引かなくなってるっていうことだと思いますね。やっぱり鍛えられないところの衰えっていうのは、いくら例えばトレーニングをしても賄えないところじゃないですか。例えば目とか、まあ目をトレーニングできるんですよ。僕もトレーニング実はしてるんですけど、通勤の時にね。まあこういうふうにこう目の前に指を出して、ここ見たり遠く見たり、ここ見たり遠く見たりとかして、ピントの機能を強くしたりとか、それから目をですね、上下上下、左右左右、ギュッと握ったりとか、まあそういうトレーニングですね。まあしてますけど、やっぱり老眼はかなり入ってきてるし、もともとの視力もやっぱり衰えてますね。老眼ってよく目がいいと老眼早いとか言うけど、これはね、やっぱ僕的には違いまして、目が良い人ほど老眼にやっぱならないですよ。老眼はやっぱりこう通常の視力に依存する気がします。だから僕、通常の視力もずっと 1.5、1.5 だったのに、1.2、0.9 とか測った時はね、なったし、で、その後、何日か後かに測った時は、1.5、1.2 だったんですよ。不思議でしょ？だからやっぱりこう、ムラがあるんだよね。それからあと暗いところから明るいところに行った時もすごく見づらくなったしね。やっぱそういうところもやっぱり認めながら、その注意力、よくプロゴルファーでシニアツアーとかに参戦して50代過ぎてた方が、まあ、レギュラーツアーからシニアツアーに行って、で、またレギュラーツアーに参戦したりとかして、優勝とかに肉薄するんだけど、結局優勝できなかったりとかってことが多いじゃないですか。あれってね、技術とか、それから今50代なんてめちゃくちゃトレーニングしてるから、飛距離なんて全然、まあ多少衰えてるかもしれないけど、全然若手と同じぐらい飛ぶわけですよ。だけど優勝できない、技術があるのに技術できないっていうのはやっぱ集中力なんだよね、注意力とか。だから俺が思うに、僕は、やっぱ若い時と比べて、注意力が下がってるんじゃないかなって自分では分析しました。なので、だから例えば今回こけたみたいに、もしかしたらそこでこうなるかもしれないから慎重にいかなきゃっていう、そういう気持ち、そういう注意力ですね。そういうところが欠損してたと思うし、そういうところ昔はあったんだと思うんだよね。あったから、そういうことが少なかったんだと思うんだけど、やっぱりなくなっちゃったんだろうね。そういったところが。なくなっちゃった。まあ認めるしかない。なくなっちゃったんだよね。結果的にこけてるってことは。で、今日これからね、高速乗るんですけど、実はね、昔こんなことなかったからんだけど、わざわざ自分の VFR から ETC から抜いといて、今日これ持ってかなきゃと思ってて忘れてんだよね、家に。
ら結局いつもニコニコ現金払いになっちゃうのいつもじゃないんだけどね。いやだからなんかこれやっぱり物忘れがひどくなったりとか、まあそういったところのなんでしょうね、やっぱり集中力なんだろうな。ショックだけどしょうがないよね。やっぱ認めていくしかないから。よし行きましょう。私のチャンネルはですね、たくさんのベテランライダーが見ていらっしゃっています。諸先輩方ですね。ありがたいなと思います。でまだ俺は平気だよって思ってる人もたくさんいると思いますけども、僕もそう思ってます。まだ平気だよって思ってました。思ってるし思ってます。思ってますよ。思ってました。けどね、やっぱりじゃあ昔こけなかったのにさ、ここ1年で2回か3回こけてんじゃんって言われたらそれも事実だし、じゃあそれはさ、集中力がなくなったんじゃないのとか、目が悪くなったんじゃないのとか、まあそういうことを、例えばね、足がガチャってこうギアをもともと入れてたのがなんかそういうの入れなくなっちゃったりとか、なんかそういうこう注意、そういったところが弱くなってるんじゃないの、年取ってって言われたら、もうそうだよねと言うしかない、認めるしかないっすよ。やっぱりこれからね、自分が注意散漫で大きな怪我をして周りに迷惑かけたりとか、周りの人を悲しませたり、自分が悲しんだりとかしないように、やっぱりしっかりしたトレーニングをするってことと、筋力的なトレーニングだったりとか、そういうところをちゃんとするっていうことと、それからバイクに乗ってるその行為ですね、一つ一つ行為が発生するところを大切に生きていかないと、俺は大丈夫だよって言って結果的に長い間バイクが乗れなくなったりとかしてしまうよりは、下手だって思われたりとかしてもいいから、長いこと乗れるような所作だね。足パタパタして曲がったりとか、そういう所作をちゃんと身につけていかないといけないと改めてね思いました。同年代以上、40代50代60代の方がたくさん見てるチャンネルとして、ちょっと一つの警告としてね、皆様に、警告の鐘をですね鳴らしたいなと思います。それではですね、マナチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしておりますので、この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録をお願いします。チャンネルを助けると思ってお願いします。わずかな広告収入がですね、レンタルバイクの企業になったりしています。助かっております。よろしくお願いします。それではマナチャンネル、これにてバイナリー。